はい、皆さん、釣り京です。こんにちは。はい、今日はね、絶対、もう魚釣り、ブラックバスだけじゃないんやけど、共通してるんですけど、海があんまりないんだけど、僕が経験したブラックバスの中での、魚のバスの当たり、これはね、共感したいんで、動画撮りました。はい、紹介したいと思います。僕が経験した当たりなんで、皆さんでね、違った当たりもあるかもしれません。ですが、大半、大抵、これぐらいかなって感じで、今日は紹介させていただきます。ぜひですね、初心者の人とかやったらまだまだ経験ないかもしれません。はい。ですんでね、ぜひ、そのあたりを感じたら、ぐっといいね、押してください。思い出してね、鳥京さん、あんなこと言うてたな。このあたりか、って感動しますよ。はい。紹介します。はい。一番好きなのは、竿を持ちながらやりますけど、こちらに、想像のイメージ、ブラックバスが、こんな感じだろうなっていうのをね、写真で出しておきます。AI で僕が作りました。はい。まずは多分一番好き、最も、この辺りで釣りたい。みんな好きだと思いますわ。特にハードルアーとか、ラバージグとか、テキサスでもあるけどね、特に重たいジグとかピョーンと落としたりとか。はい、一つ目、ガツンです。巻いてきてね。ハードルはほとんどガツンやね。巻いてきて、ガーンですね。ほんで、ラバージグとかやったら、コン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 、コンコンコン、スーッと取った時に、コンって当たりね。たまりませんね。大半の人はこれが好きでしょうね。でも最近ね、僕も最近よくバス釣り行けるときは、この辺りがなかなか経験ないです。昔は多かったんやけどね。うん。この辺りが一番好きです。皆さんは多分好きでしょう。ね。ですがね、でね、大きいバスほどこの辺りあんまりないねんね。ハードルはあるけども、ゴソゴソとかね。うん。特にこの冬からね、プリスポーンの時期まで、ちょんちょんちょんとかしてね、泡したらとんでもないとか、そういうあたりが多いですね。ちょっとバスが賢くなってるのもあるやろうしね。うん。でも、だんだん暖かくなって、ハイシーズンになったら、やっぱりガツンってきよるんで、パンチングなんかもうギッ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 引っ張ってきよるんで、たまりませんね。好きでしょ。はい、一つ目、ゴツン、ガツン、コン。ね。好きですよね。はい。二つ目は、これはね、あの、前回、浜大津冬行ったんですよね。1月と。1月中旬やったかな。また見てください。で、浜大津2回行って、そのあたりね、1個目がね、食い上げ。これね、食い上げって、ちょっと待ってたらちょんちょんってしよったけども、食い上げのあたりってね、わからへんねん。あれ夜の釣りやったからラインが見えへんかったけども、ふわーって軽くなるんだよね。いきなり。特にこの、スイムジグは特にこれ多いですよ。ちょん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 食ってガツンってなんだけど、いきなりガーンと食う時もあるんですが、えね、あれも多いですわ。ミドスト。うん。急に軽くなるんでね。ぐーっと巻いててね、ボーンって軽くなるんだよね。スーって、あれね、吸い込んで、こっちへ、自分の方に向かってきてるんですよ。ですんで、軽いな、軽いな、とね。昔はね、それでね、よーくばらした。当たりやと分かってへんかったんで。だから、吸い込む当たり。あれも痺れますね。合わした時、最高やね。で、食い上げ、ちょん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 して、ふわって軽くなって、ほんで、よーく待ってたら、ツンツンと持っていって、あ、
食い上げたなって感じ。うん、昼間で、ライン見ながらね、やってはったら、ふわーって軽なってますよ。うん。経験ありますか？まあ、ある人は、いいね押してください。また教えてくださいね。うん。これもね、好き。うん。今、全部、僕が経験した、説明しますけども、僕が一番好きなあたりはこの吸い込みですよね。まあ、要するに消える魔球っていうやつね。うん。もしくは食い上げ。食い上げた時っていうのは、やっぱりバスはね、まあ、中層にいるか、ボトムに折って上に上がってきて、ファンですよね。うん。だからちょんちょんとかしょらへんね。ガツンともならへんね。いきなり、パクってもう大きな口をルアー吸い込むから、わからへんね。ガーって引っ張らへんから。うん。冬なんか吸い込んでじっとしてたらもうわからないですよ。でもあれが好きなんやね。たまりませんわ。いつ合わしたらええねんって感じ。うん。吸い込むあたり、もしくは食い上げね。はい。ぜひ、経験ない人はね、そのあたり感じるまで釣ってください。痺れますね。はい。三つ目。これはね、ミドストが多いかな。はい。ミドスト出しましょう。はい。これミドストのちょっとセッティングしてるんですが、ミドストのセッティング。ミドストのセッティングね。まあこれはハドルフライやけど、エラストマ。ね、こうやってミドストしてるでしょ。うん。ずっとやっぱり、シェイクしながらも、ね、だんだん巻いていくじゃないですか。ね。シェイクしながら巻いてくるでしょ。こうやってこっちしようか。シェイクしながら巻いてくるんで、こうやってこうこれやっぱりね、激しいシェイク、激しくロールさそう思ったら、ツン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 するんですよね。そしたらね、当たり分かりづらいんですよ。うん。で、まあ、ミドストやってる人は多分よう分かったと思うけど、ゆっくりぐーって思ったことないね。ぐーって。うん。ほんと。まあ、だいたいそれが多いかな。ちょんちょんもある。ちょん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 、バッてあるけども、僕が感じた、まあ、ミドストとか、ジグストとかは、このあたり結構多いかな。どうですか皆さん。経験あります？ちょん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 して、ラインがブーって持ってかれてね。うん、あれ、重いな。一瞬ね、根がかったように思う。うん。ですが、プッて合わせたら、ガン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 って引っ張っていく。このあたりね、ぐーっと持っていくよ。うん。このね、さっき言うた吸い込みと食い上げ。で、このあたりのバスは、比較的でかいの多いかな。要するにまあ、抑え込むあたりとか言うんだけどね。うん。この、ぐーっと持ってきよねんね。だから加えたの分からへんねん。うん。だからね、ミドストは結構僕、当たり分からへん時ある。うん。ですが、聞いて、で、ぐーっと持ってって、ツンツンってなったらガーンと合わせてね。はい。結構多いです。これはね、ロングアームでも多いですね。うん。ロングアームね。はい。こんな感じ。はい。やっぱり、4つ目。これはね、冬とか、ハイプレッシャーのシーズン、ミッドスポーンとか、ポストのシーズン。アフターももう、まだ回復してないアフターね、多いんですが、ちょんちょん、ちょんちょん、ちょんちょんってね。冬やったらまあちっちゃいバスの可能性あるし、まあ、ちっちゃいバスやったらこの辺りが多いですね。大体ね。ちょんちょん、ちょんちょん、ちょんちょん。ブルーギルみたいなあたり。で、今やったら、この春のシーズンとかやったらね、ちょんちょんのあたりはね、でかいのも可能性あるから、ほんまに怖い。うかつにガーンって合わせられへん。だから、竿もね、柔らかい竿でスリープに合わす。スリープに合わす。さないと怖いんでね、ラインもやっぱりね、あんまり最近細いの使わへん。うん。ね、そんな感じで、そのちょんちょんもね、
いつ合わしたらええねんって感じで、痺れますね。嫌いではないんやけど、まあ、そのあたりはあんまり僕は、どう言ったらいいの、嫌やね。もっと激しく食うて、みたいな感じですね。多いでしょ。ちょん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 ってね。うん。実は、スイムジグスイムジグでもさっきのラバージグじゃなくて、普通にもうジグヘッドに、シャットテールもあるじゃないですか。あれね、ああいうのはもうちょん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 食うてきて、バクってあるけどね。うん。このちょん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 あたり。うん。ね。あるね。特に、冬特に多いね。フリックシェイクとかちょっとストレートワーム使うと、ちょん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 、なかなかね、甘噛みしとんね。ちょん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 。うん、食うてくれるんだけどね、最終的には。でも食ってくれへんやつも言いますよ。うん。で、コーヒー牛のバーブでもたまにあんな。ちょん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 。で、ね、ぐっと持ってたら、負け合わせするんだけど、これもじれったいでね、うん、なんて言うたらいいかな。まあ、めちゃくちゃ好きではないけども、もどかしい好きみたいな感じ。ね、多いでしょう。あるでしょう。ちょんちょんあたり。ね。はい。次。これはね、メタルバイブとか、メタルジグとか、まあ、ハードルアーでも多いんですが、ハードルアーでも多いんですが、巻いてきてね、まあ、メタルジグやったらこう、しゃくるじゃないですか。で、落とすでしょ。ボーンぶつかってきようね。うん、だから、その、食ってないね。まあ食おうとしてるんだけど、食い損ねよんねんね。そのルアーに対してボーンと、まあこれがルアーとして、ボーンぶつかってきよんねん。うん。プラグでもバーで巻いてきたら、ボーンって、払いのける感じ。ありますか、経験。ボーンって。ほらね、やっぱり、バスの、顎に刺さったとか、ヒレに刺さったとかしてね。うん、合わしたらめちゃくちゃ重い。めちゃくちゃ重いやん、でかいやん、思ったら、ヒレに刺さっとったりね。あれそうなんですよ。ぶつかってきてるんですよね。払いのけてるみたいな。威嚇して、バーンって。ありませんか？ボーンって感じで。うん。それも結構経験あるな。うん。面白いね、バスって。うん。はい。ぶつかってくるあたり、ルアーにね。特に、僕経験あるのはメタルバイブ、メタルジグが多いですね。ああいう速い、こういうね、ルアーに対してはぶつかってくる。うん。ありませんか？うん、好きですか？好きなあたりまた教えてくださいね。はい。はい。これはまあ、ルアー、まあ、細かく言えば、もっといっぱいあるんだけど、僕が好きなあたり、これはルアー専門なんだけど、トップのルアー。例えば、ポッパーとか、ペンシルベイトとか、フロッグとか、水面割ってきますよね。ポーンって。うん。あれ好きですわ。ああ、大好きやね。パーン、パーンって。ね、口上に開けて食ってくるでしょ。バシャーンって。で、カーンって。だからフロッグやったらライン持っていくまで合わせないんですよ。そうないと外れることあるんで、こういうフックやからね。後ろがね。うん、だから、バスが加えて、ぐーっと持っていくまで合わすと、すっぽ抜けるからね。あんまり早かったら。うん。あれも好き。ねえ。例えば、バズベイト巻いてて、ピラ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 、バシャーンってね。いいですよね。かっこいいですよね、あいつ。うん。これも好きな。はい、そんな感じですね。まあ、写真で僕が AI で作ったやつを、まあ、こういうイメージやろうというのでね、載せておきますけども。はい。皆さんはどんなあたりありますか？はい。もしくはどんなあたり好きですか？まあ好きなのはやっぱりゴツンでしょ。ゴツン、コーン、カチンってね。
ゴサーン、ラバー軸でトン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 、スー、コン、ガーンね、痺れますね。はい、皆さん。初心者の人とか、これからバス釣り始めようとする人はね、この辺りがあるんで、経験してもらいたいです。はい。楽しいですよ。まあ、海やったら大抵、ゴツンかな。まあ、魚にもよるけど、青物やったらもうほんまガーンやしね。タチウオは結構、ガンガンガン、ガンガンガンって感じだな。さーっと持っていって。あとチヌとか黒鯛ね。は、ちょんちょんはあるけどね。まあ、シーバスやったら、シーバス結構激しいんですよ、食い方が。本当にバシャーン食いよるから。ガーン来るから。あいつはあんまりちょんちょんは経験ないな。だからブラックバスはね、本当にね、当たりが結構いっぱいある。まあ、細かいこと言ったらもっといっぱいあるんだけど、はい。ぜひ皆さんもね、堪能、当たりの堪能をね、してください。それによって、なんちゅうの、ルアーの選択とかもね、できてくるし、今日はこういう当たりやから、こういうルアーで通したらいいんだって分かってくるしね。はい。皆さん、バスの当たりをね、観察して、経験をね、重ねて、その日のね、バスの状態、経験して、ルアー選択して、パターンをね、できれば、めっちゃ釣れます。はい、ありがとうございますね。ぜひ、バスの当たり、こんなんありましたよってまた教えてくださいよ。まあ、大半はこれかな。ねえ。はい、今日は当たり特集でした。ぜひ、バスの当たり、いっぱいあるんで、ね、経験してください。はい、ありがとうございます。